兼業絵描きの沢渡です。皆さん背景は得意ですか？ちなみに私は苦手です。なんですけど、キャラしか描いてないといつどこにキャラがいるのかわからなくて、すごく素人っぽい漫画になってしまうんです。漫画を描いていて最近特に痛感しています。ということで今回は20時間練習したら背景はどのくらい上達するのかという感じの動画です。練習前のイラストと比較してどのくらい上達したのか、あとはどのようなイラスト練習をしたのかなどなど、今後のイラスト練習を行う人の参考になれば幸いです。とりあえず現状はこんな感じ。これから練習していくので結果は動画の最後に。でははい、用意スタート。いきなりですが10時間ほど練習しました。とりあえず街並みに何を書いていいかわからなかったことが一番わかりやすい問題だったんですね。なので Google マップのストリートビューで見つけたいい感じの街並みの模写を練習しました。マジにシンプルな解決策なんですけど、そもそも書いたことがないから書けないというのが意外と多かったりするんですよね。書いてみたら経験が積み上がってきて、こんな感じかということが実感として分かってきたりします。それで何回か書いてみたら道ってこんな感じになってるんだとか少しずつ分かってきました。で10時間経過した現在はこんな感じになりました。近景はまあまあだいぶマシになってきたんじゃないでしょうか。でこれどうやって書いたのって思われたかもしれませんが、今回はある秘密道具を使いました。それがカスタムブラシです。クリップスタジオペイント用のブラシ素材集を買ってみて、こいつで時短してみることにしました。正直背景にそこまでこだわりがあるわけではないので、こういう時短ツールもガンガン使っていきやすぜ。とはいえ適当に使ってもいい感じにならないので、うまく使う方法を探してみました。まずはパース定規を使って大まかな形を取っていきます。それでいちいち一本一本線を引くのって面倒じゃないですか。そう思って調べていた時、図形ブラシがパースにスナップできることを知りました。これで長方形ブラシを使ってざっくり6面体を作っていきます。一度に4本の線が引けるので労力は4分の1ですな。次に今置いた6面体を少しディティールアップしていきます。面と面の境界あたりにディティールを追加したり、線に変化をつけてみたりとか、適当です。歩道と車道の間にある鉄製のパイプでガードパイプっていうんですね。はい、こんな感じでざっくり形が取れたので、カスタムブラシで壁にレンガを追加します。画像もパースに合わせて変形できることが分かったんで、合わせていきます。はい、簡単ですね。次にレンガの上の生け垣を追加します。パースに沿って適当に追加します。で適当に追加した後、6面体の形に合わせて成形します。最初に6面体の当たりを取ってるので直すのも簡単ですね。最後に線を足してちょっとだけ情報量を増やします。これには以前クリップスタジオアセッツで購入した修羅場用埋め立てペンを使います。これは特殊定規の放射線を作れば、そこに向かって線をたくさん引いてくれる便利なやつです。ではやっていきましょう。こんな感じかな。こんな感じですかね。というような手順でやれば、背景も適当にいい感じに描けそうです。次の問題として明暗をどうやってつければいいかが分かんないんですよね。トーンってどうつければいい感じになるんですかね。まあいいや、それじゃあ練習していきます。こんな感じで削った方が見栄えするかもな。なるほど。いいんじゃない？ベタ塗りはダメだな。ベタ塗りした後、ちょっと削るとか足すとか、トーン変えるとかして、ちょっと変化を加えることが必要だな。さて、以前 3D 素材を使った時になんとなくベタ塗りでトーンを貼ってみたことがあったんですが、なんか見栄えがいまいちだったんですよね。直前の練習でなんとなくトーンを削ってみたら見栄えがだいぶいい感じになったことを確認したので、プロの漫画家がどんな風にトーン削りを使っているのかチェックしてみました。結論、僕が書いたようなやり方でグラデーションを作っている絵は僕が見た漫画では全然見つけられませんでした。いろいろと見ていったのに全然なかったので、あれーってなってました。トーンをグラデーションで作ると見栄えするという仮説は間違っているのか、少なくともプロは僕の思いつきを使ってないのかと思いました。そこで最近出版された漫画の原理という本を読んで、関係ありそうなところがないか探してみました。
すると書き込んだところと真っ白なスペースを明確に分けることで、書き込んだところから真っ白なところに向かって読者の視線誘導がされるというテクニックを見つけました。もしかしてトーンを削ると見栄えがすると単純に考えたけど、トーンの濃いところから削って薄くなったところに向かって自然と視線誘導がされたから見栄えしたと感じたのかもしれないと気づきました。背景の明暗は視線誘導するために使うのかなと。これを素直に読むと、視線は暗いところから明るいところに流れていくということみたいです。そういえばイラストのノウハウ本にも、人は明るいところに注目するものだとか書いてあった気がします。なるほど。要は暗いところから明るいところをたどることで漫画が自然と読めるような明暗の配置にすればいいってことですね。ということで、いい感じに読みやすい視線誘導がされてるコマのパターンを探してみることにします。はい、視線誘導のパターンを探してみました。練習もしてないのにもう合計16時間くらいまで来ちゃいましたわ。それで視線誘導の観点で明暗のパターンを何個か見つけました。1つ目が右から左に視線誘導するパターン。右に暗い部分、左に明るい部分を配置します。2つ目が上から下に視線誘導するパターン。上に暗い部分、下に明るい部分を配置します。3つ目が下から上に視線誘導するパターン。下に暗い部分、上に明るい部分を配置します。通常漫画は上から下に読むものですが、このパターンだけは漫画の自然な読み方に逆らう配置ですが、画面下側に暗い部分を配置することで最初に目に入る画面上側の明るい部分に視線を注目させる効果があるのかなと思いました。実際このパターンはだいたいキャラがドーンと大きく描かれたものが多かったです。こういったパターンを自分の漫画の中で使ってみようと思いました。背景の作画の上達を狙った企画ですが、明暗の配置も背景の中で重要な部分であるので、ええやろ。というわけで、ここまで学んできたことを生かしてこの背景スカスカ絵をもう一回描いていこうと思います。どのくらい変わるか楽しみですね。今気づいたけど、ここの部分の構造がいまいち直感的に分かりにくかったんだよな。でどう直したかっていうと、奥側の方の輪郭をちょっと途切れさせたのよ。そしたら手前側にレンガの壁があって、でちょっと道が途切れて向こう側にまたレンガの壁がこのスペース分空いて続いてるっていうのがちょっと分かりやすくなった。なるほどね。奥側の方を途切れさせればいいんだね。立体感の演出のために。ここまで20時間かけて背景イラストを練習してきました。最初は人物が立っている空間すらイメージできなかったんですが、お手本を見ながらパースに沿って描いていくうちにだんだん空間を作る感覚がつかめてきました。そして今回一番実感したのは、経験が0か1かで理解度が全然違うっていうことです。何もわからない状態でもまずやってみると急に一段わかる側に近づけるんです。何もわからないとチャレンジするのが億劫なんですけど、実感としてわかるようになる感覚はすごく面白いです。
とはいえ、どちらかというと動画の構成をどうするかに悩んでいる時の方が苦しかったです。前半の10時間は迷走しすぎて結局カットすることになってしまいましたし、でもその中でこうすればよかったのかと気づけたのも収穫です。そして次の課題も見えてきました。新しいことを学ぶのってやっぱり楽しいんですけど、その一方でこれまで学んできたことをちゃんと身につけられないまま次に進んでしまっているなという反省です。なので次の動画では学んだことをしっかり身につけるための仕組み作りにチャレンジしてみようと思います。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。